さんこんにちは、川北真由子です。今日はですね、普段の私のスキンケアルーティーンと、あとは普段のメイクを紹介していきたいと思います。緊張する、どうしよう。早速なんですが、スキンケアからいきたいんですが、ちょっと指輪だけ取っていきます。スキンケアはですね、普段肌のコンディションだったり、あとは気温だったり、あと海外ロケとかに行った時にその土地の気温もそうなんですけど、結構お水で荒れたりとかもするので、結構いろんなものを常備しといて、その時の肌のコンディションに合ったものを使うようにしてます。なので化粧水も今日は3つ持ってきたんですけど、こんな感じでいろいろあります。これが、イプサの化粧水、あとは SK2 の化粧水とミースの化粧水です。今日はですね、ミースの化粧水にしようかな。今日ミースを選んだ理由はですね、ミースの化粧水がなんかドライすぎず、乾燥しすぎず、あとなんかオイリーすぎずの時に一番このなんかバランスのいい化粧水なので、今日はなんか特にそんなに乾燥してるなって感じもないのでミースにしました。最低でも3回ぐらい化粧水は入れていって、結構今日は乾燥してるなって思う時は5回ぐらいやっちゃいますね。はい、で3回目いっちゃいます。スキンケアは何ステップかあるんですけど、美容液もこんな感じです。こちらが、ランコムのジェニフィークの美容液と、あとこの2つが Peach and Lily っていう韓国のブランドの美容液です。この2つでいきたいと思います。まずはこれはビタミン C セラムです。肌を明るくしてくれる効果があるので朝使うのが好きです。でこっちも同じブランドの Peach and Lily のセラムです。オイルじゃなくてこういうちょっとジェルタイプというかリキッドタイプのものです。さあ、そして結構メイクのベースになるのがスキンケアなので、私は混合肌で結構一日中、今の時期ってずっとマスクしてることも多いですし、なんかどんどんテカってきちゃうので、朝のスキンケアはクリームは割と軽いものを使うようにしてます。なので今日はこちらの先ほどと同じブランドの Peach and Lily のこれを使ってます。こんな感じで本当にジェルです。とにかくもっちりしますそしてこちらのナチュラルナっていうブランドのオイルなんですけど、ちょっとだけほんと半プッシュぐらいだけで、基本的にはツヤを出したい高いところにこうやって重点的に朝は入れてます。ポンポンポンってつけるようにしてます。さあ、そしてこちら、韓国の Beauty of Joseon っていうブランドの日焼け止めなんですけど、こうやって、人差し指と中指2本分ぐらいと言われてるので、基準にこんな感じでつけるのがいいらしくって、皆さんが思ってるより多めにつけないとしっかり日焼け止め効果が得られないみたいなので、日焼け止めはもう一年中、あとスキンケアの本当に一番最後に毎日使ってるので、メイクしない時だったり、あとお家にいるだけの時でもちゃんと塗るようにしてます。いい感じ。こんな感じでやっぱり塗り続けないと一日中塗り直しがすごく大切なので、これは資生堂のスティック日焼け止めです。常にバッグの中に入れてます。でこれをメイクの上から、スティック状なのでメイクの上からこうやって直接塗ってますね。なのでロケの時とかも時間が経ったらこういうのを塗り直すようにしてます。リップも忘れずに
これは日々プロっていう結構ガチめなリップクリームです。最後にリップとか塗った時に塗り心地が綺麗に塗れるので日々プロを使ってます。さあ、それではこれでスキンケアが終わりなんですが、いろんなものを試してその時のスキンコンディションによっていろんなスキンレシピを変えていくのがポイントかなと思います。それでは普段のメイクをやっていきたいと思います。とにかく崩れにくいメイクをしていきたいと思います。まずはシャインコントロールのメイクアップフォーエバーの下地なんですが、これをまず気になる T ゾーンのエリアに塗っていきます。はい、押さえました。がっつりメイクをするのが好きなので、アイシャドウが目の下に落ちたり、あとアイラインってなんか変な方向に行っちゃったりする時にその部分だけピッてやっちゃうとその下のファンデーションが取れちゃったり崩れちゃうので、アイメイクからやるようにしてます。まず二重の幅のここにすごい溜まりやすくって、なのでまずはスキンケアをちょっとティッシュオフをします。さあ、そしてまずはパウダーを、これは Hourglass のパウダーです。さっと全体に塗っていきます。はい、このディオールのアイシャドウパレットを使っていきます。秋って結構こういう色使いたくなりますよね。薄い方のこっちの方のピンクをブラシに取って、でこんな感じで塗っていくんですけど、ぼやかしたいなと思った時にさっきのブラシをまた使って、さあそれでは際の方にもうちょっとこの濃い色を入れていきます。のせるイメージですかね。ピンク系のアイシャドウを使ったんですけど、こういうのもこの秋冬すごい挑戦したいなと思ってて、すごい可愛い。あとスックのこのラメのシャドウがめちゃくちゃ綺麗で、色を入れてあげるとすごい今年っぽくておしゃれかなと思いまして、アイシャドウはちょっと後でもうちょっとやっていくんですけど、アイラインを引いていきます。これもたくさん常備してます。D アップのアイライナーの色がめちゃくちゃ絶妙で、今日は、ピンク赤メイクなのでこの赤いラインでやっていきます。私はこの二重の幅が狭いので本当に外側だけピッと、どんどん太くなってるちょっとだけ修正します。そうなった時にファンデーションをつけてないと躊躇なく、よいしょ。はい、こんな感じです。で、ファンデーションの方に移りたいと思います。こんな感じでランコムのこのファンデーションは汗かく時とかにも全く崩れないので、すごくしっかりカバーもしてくれるファンデーションです。でこっちもすごく気に入ってる NARS のファンデーションです。こっちよりはもうちょっと軽いつけ心地なんですけど、一番素早く楽にできるのがこのクッションファンデーションなんですけど、ポンポンポンってのせていきます。はい、続いてはこの子です。これも NARS なんですけど、これはマットなんですね。なので気になるところに重点的にポイントで使っていくのがすごくいいです。はい、でポイントコンシーラーが終わりましたので、こちらも NARS のものなんですけど、これは逆にツヤの出るコンシーラーで、はい、ファンデーションはこれで終わりです。崩れないメイクということで、チークも最初にクリームチークを仕込んでいきたいと思います。これは Tower 28の
クリームチークです。のせていきます。笑ったところに入れるのが好きなので笑ってこういう絶妙ななんかピンクとオレンジの間みたいな色が一番恥ずかしいみたいな感じの印象になるので、こういう色が好きですね。おすすめです。ハイライトもクリームのものを先に仕込んでおきます。これがシャーロット・ティルバリーのクリームのものと、こちらがシャネルのものなんですけど、私は手に取ってポンポンポンってやってからのせていきます。光が当たった時に自然とツヤンってなる場所に入れていくのがポイントです。この C の字とこの鼻のところと、あと唇の上をするとちょっとぷっくり見えて、で顎で、これは割とナチュラルな感じで、この子はちょっとゴールド系の色味なので、ちょっとなじませてからのせていきます。はい、パウダーをしていきたいと思います。最近こういう三角のパウダーパフを使うのがすごく好きで、このパウダーパフがめちゃくちゃおすすめです。で、こういうルースパウダーで結構びっくりするぐらいマットになります。一旦で押さえたので、そこからマックのハイライトを2種類、色味が違うのでポン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 って混ぜながらやっていきます。で、最初にパウダーをやると、このマックのチークを使っていきます。普段この2色を愛用してるんですけど、でも今日はちょっと赤いメイクに合わせてブラッシュプリーズの方を使っていきたいと思います。ちょっとクリームっぽいんですよ。なんか柔らかいっていうか、いきます。なんかもちっとしてるんですよ。で、これもブラシに取って、よいしょ、こんな感じでベースメイクが仕上がったので、目元に戻りたいと思います。またこのパレットに入っていきます。薄くしていくのは難しいので、薄い色からまず。赤って結構目が痛いのみたいな感じに見えがちなので、そこは注意して、こっちの濃い方は外側だけで、内側にこの真ん中のキラキラを内側と涙袋のところに入れていきます。で、これパット・マグラスっていうアイシャドウパレット、こっちの2つの色がめちゃくちゃ可愛くて、今入れたハイライトのところに入れると、見て、一気にキラッと。はい、眉毛はですね、このケイトのブラウンっていう色を使います。ブラシで毛並みを揃えていきます。真ん中の色からやっていきます。これでまず眉毛の形を決めていきます。で、一番濃いのを外側だけで、内側は一番明るい色で、まずははい、眉毛はこんな感じです。全部顔は終わったので、こういうシャーロット・ティルバリーのフィックススプレー、セッティングスプレーか、フィックススプレーです。で、これを全体にやっていきます。顔から離してスプレーしていきます。長持ちをするメイクには必需品です。こんな感じでナチュラルな素肌に戻してくれるイメージです。それでは私のメイクで一番のポイントとなるまつげをやっていきます。まずはこの充電式のモッドビューラーを使っていきます。で、これは2段階温まるので、熱い方にしてつけます。
ビューラーをする前にまつげを整えるために使っていきます。毛並みを揃えたので、ビューラーは資生堂のビューラーを使います。びっくりまつげが理想ですっていうまつげが好きなんで、メイクさんにメイクしてもらう時もまつげだけは自分でやってます。次は下地も2種類使ってます。このキャンメイクのクイックラッシュカーラーなんですけど、これを根元の本当にビューラーを入れた部分、ここの部分を中心にのせていきます。その後にエトゥセのこれも下地です。でこれはもう全体に塗っていきます。で下地だけでこんな感じになりました。でやっときたマスカラです。マスカラは、ヘレナの、コブラ、これを全体的に塗っていきます。例えばちょっとダマになった部分だったり、あとなんかまつげとまつげ同士がくっついてしまったりしたところをコーム型のホットビューラーで溶かしていきます。いい感じ。こんな感じでマスカラができました。目元最後なんですけど、アイライン、先ほど見せてたこのアイラインを使ってここの間を埋めていきたいと思います。ビューラーとかでアイラインとかが落ちてしまうので、全部終わった後にやっていきます。でもちょっと間、黒、これ実は全部3色違う色で、ちょっと間のブラックブラウンを使っていきたいと思います。こちらがヒロインメイクのアイライナーです。でまつげって一本一本描き足していくイメージでやっていきます。はい、これで目元が完成しました。最後はリップをやっていきたいと思います。コフレドールのリップティントを使っていきたいと思います。これがすごくいいのはティントなので、もう一日中持つんですよ。目元に合わせてロージーカラーを使っていきたいと思います。でリップラインの部分はこういうリップブラシでって感じで、特別な時とかはこういうキラキラのグラスを上からのせるのが好きです。でこれは色もついてるんですけど、結構キラキラするので中心の部分だけさせるのがポイントです。終わったかな？大丈夫かな？終わりました。今日は私の普段のスキンケアルーティンとメイクアップルーティンを見ていただいたんですが、どうでしたか？今日はね、とにかく崩れないがっつりメイクをやっていきました。ぜひ参考にしてほしいなと思います。ありがとうございました。